東洋 Language School Presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 それでは東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 本日の留学生を東洋言語学院の石川が紹介します。ベルギー出身のミュレナーズ・ブルーノさんです。 Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous aujourd'hui. ありがとうございます。皆さんめちゃくちゃいい声なんですよ。ブルーノさんめちゃくちゃいい声なんですけれども、ブルーノさんって実は俳優声優両方なんとそう自分の国で俳優声優をしてたんですよね。どんなものに出てたんですか？アニメとかムービーとドラマとゲームいろいろうわーすごい。フランス語でもうなんかいろんなこといろんな番組とかいろいろなアニメとかの声優をしてきたんでね。そなるほど。日本のアニメもありました？もちろんいっぱいあります、すごく人気あるね。そっかそっか。じゃそうあベルギーで放送されている日本のアニメの声をブルーノさんやってたんですそうね。声とアーティスティックダイレクトもやりますから。何アーティスティック？アーティスティックダイレクト吹き替えの会社のため、アーティスティックダイレクトやります。だから日本の番組があるときは、いつもブリュンさん来てください、日本語の番組あるから。じゃあすごく頼りにされてたんだ。いいですね、ありがとうございます。そんなもう経験豊富なブルーノさんですから、私は今日ちょっと胸を借りる気持ちでいきたいと思います。よろしくお願いします。最初の自己紹介なんですけど、フランス語だったような気がするんですけど、ブルーノさんどんな言葉を使うんですか？私フランス語。フランス語？フランス語おー、じゃあ子供の頃の学校の授業もフランス語？私は子供の時はフランス語だけ勉強しましたけど、今ベルギーでは、フランス語とホランダ語は必要になりました。フランス語と何語？ホランダ語。ホランダ語ね。ベルギーでは3言語ある。そうなんだ。ホランダ語、フランス語とドイツ語。でもドイツ語は少ないだけ。そうなんだ。でブルーノさんはフランス語だけだったけど、今の子たちはフランス語とオランダ語で教育を受けてるんだね。はい。なるほど。ちょっと日本人から考えると授業中混乱しそうだなって思っちゃうんだけど、ベルギーではそれが普通なんだ。そう普通になりました、ね。しょうがないねめんどくさいけど、いやそれはいい。すごい頭が活性化しそうそうでベルギーって言えばヨーロッパの真ん中にあるので、こういういろんな言葉が使われている環境っていうのがあるんですよね。で日本もたくさんのね、もし外国人の方が住むようになればそういう環境になるのかもしれません。でブルーノさんって日本にいつ来たんですか？今は12月から、だから、6月ぐらい。去年の12月？でも初めて来た時は17年前。そうなんだ。その時はどうして日本に来たの？興味ありました。初めてですから私は、あの国はどうですか行きたかった。そう有名だったから行きたい。そしてあの時私は日本語を勉強したかったから、まず行った方がいいと思った。そうなんだ。ホームステイしてたの？そうなるほど。じゃあホームステイで日本のどこにいたのその時？東京？まずは東京もちろん初めて、日本に着いた時は大阪だった。大阪と三重プレフェクチャー、三重プレフェクチャー。そうだからでも、大阪と京都も、見ました。そして東京に行きました。そうなんだ。実はこのラジオですね、大阪のラジオ局なんですよ。大阪の方がたくさん聞いてくださってるんですけれども、ブルーンさん大阪の思い出ちょっと教えてほしい。大阪の大阪の人はすごくにぎやかだと思います。元気だね。いつも、笑ってる人が多いと思いますそんなに、リラックスの感じがあります。東京ともちょっと雰囲気違いますよね。そうちょっと真面目な感じがありますけど、東京ちょっと真面目な感じがあるけど、関西弁も面白いと思った。そうなんだ。ベルギーのブルーノさんの街の雰囲気は東京、大阪どっちと似てる？東京と思います。東京と思います。じゃあ大阪は結構ちょっとフレッシュ新鮮な感じだったんだね。そっか。何か食べ物とか思い出ある？大阪の。そうですねもちろん、日本人は納豆食べてくださいって言います。でもそれは特別大阪の料理じゃなくて、私はなんだこれはと思って。そしてたこ焼きも初めて見たから。たこ焼きね。何ですかって生きてるそう分かりますか？生きてるみたいから
なんですかね、可愛いと思うけど、そしてブルドッグソースはあまり好きじゃないから初めて今はなりましたけど、あの時はびっくりした。もうすごい言葉が止まらないね、でも今好き。そうかそうか、すごい。それなかなか日本人だと出てこない表現なんですよ。たこ焼き生きてるみたいって初めて聞いたけどそう確かにね、だから可愛いアニメみたい。可愛いアニメみたい。そっかそっか。じゃあそんな楽しい、でも大阪のたこ焼きの方が東京より美味しいだと思います。そうだよね。わかります。私も大阪行った時にこれ別に大阪のラジオ局だから特別言ってるわけじゃないですよね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと言葉のねことがこのラジオちょっとテーマになってる、言葉のことに話戻したいんですけど、さっきフランス語を話してくれたんですよね。でもし私フランス語ちょっと全然勉強したことないんですけど、私がフランス語を勉強するとしたら難しいところってどこですか？実はいっぱい難しいところあるんだと思いますけど、そうだよね、やっぱり発音は難しい。そうか、そうちょっと今日チャレンジしてみたい。はい、チャレンジしてみたいんですけどちょっとブルーノさん教えてもらえませんか？簡単な発音ですか？難しいな発音は何がいいんですか？じゃあ簡単な方から教えてよ。簡単な方。みんなはボンジュール。ボンジュール。もうダメだった。待って。ボンジュール。ボンジュール。実は日本人はジが言うことができません。いつもジだからボンジュールみたい。ボンジュール。それは難しい。ちょっと待って、これ簡単な方ですよね。それは一番簡単だと思う。でも舌は動かない。舌は動かない。動くでもとても違う。日本はいつも体の下の声で、喉の下の方ね。フランス語は鼻から音は来る。上の言語。日本は前の。その視点私初めて来た。日本語は下から音を出す言語だけど、フランス語は鼻の辺上から音を出す言語なんだ。言語は全部は違う。ちょっとだからもし音はどこか分かったら簡単になると思います。うわー、さすがいろんな言葉を学んでるベルギーのブルーノさんだけありますね。ありがとうございます。ちょっと待って、で私ちょっと難しい方いけるか分かんないけど、簡単な方をまずマスターしたい。もう一回お願いします。ゆっくり。ボンジュール。ボンジュール。分かりますけど全然ダメ？通じない？ダメじゃない。ダメじゃない。可愛いけど完璧じゃない。可愛いけどもちろん完璧は難しい。でも完璧はいらない。完璧だ。ありがとうございます。ボンジュールは大丈夫です。気持ちの方がいい。完璧な言葉使ったらでも良くない気持ちだったらつまらない。もういい気持ちだったらいいな。ちょっともう先生と呼ばせてほしいですね。これはそう、皆さんあれですよ。私も日本語教えてますけど、言語を勉強するときには完璧を目指すんじゃないですよね。相手と気持ちよく話せることが一番大事ですね。はい。じゃあブルーノさんごめんなさい。じゃあ私ちょっと初級編も無理かもしれないけど難しい方もチャレンジしてみたい。難しいの教えてください。Verbe au participe présent。は？頑張ってください。ゆっくり。Verbe au participe présent。participe présent。ちょっと待って。これ何言ってるの？意味何？現在分詞の動詞。現在分詞の動詞？難しい。v は難しい。は難しい。そしてプレゼンはフランス語の言葉。日本人も言葉をいっぱい使いますでしょ。プレゼント、プレゼン。でもプレゼントじゃなくてプレゼン。プレ。これは難しい。例えば日本は神奈川じゃない神奈川でしょ。フランス語でも同じ。だから音はすごく大事。プレゼンって言ったらわかるけどちょっとおかしい。なるほどね。プレじゃなくてプレ。ちょっともう見せてあげたいです。すごい今、ブルーノさんが全身で音を表現して教えてくれてるんですけど、全然できない私。ごめんなさい。でもそれはあまり使わない。でもブルーノさんもしかしたらこれ聞いてる皆さんできるかもしれないから、もう一回さっきのやってみて。私言えないけどみんなできるかも。お願いします。もう一回。難しいやつ。Verbe au participe présent。皆さんできましたか？できましたね。はい。ありがとうございます。それは厳しい。ありがとうございます。いやもうちょっと今日私
これすごく難しいですね、フランス語。でちなみになんかフランス語って名詞にジェンダーもありますよね。そうなんですよ。はい、それもねすごく日本人には馴染みがないんですけれども、このジェンダーってフランス語の今世界ではいろんな自由な動きがあると思うんですけど、フランス語の男性名詞とか女性名詞っても何か変化ありますか？時代に合わせて。それは簡単だと思います。子供のから学校でいつも、le と la。le は男性の言葉、la は女性の言葉。だから例えば学校で先生はこれは服だと言われるんでしょ。でもベルギーのフランス語の学校では le vêtement。なるほど。服は vêtement。でも vêtement じゃなくて le vêtement。だからセットだから覚えやすくなる。なるほど。そう。ルーとかラもセットで一つの単語として覚えちゃうんだね。なるほどなるほど。すべての単語はジェンダーがありますから。そっかそっか。なんかね面白い話聞いたんですよね。ワインはどっち？ワインは男？男。ビールは女の子なんですよね。そう、この話聞いた時すっごい面白いなって思いました。なんかさ、そのジェンダーの話って変化があるの？昔は男性名詞だったけど今はとか、なんかそういうことってあるんですか？そう、確かに。例えば本は男のジェンダー、ここまでは問題じゃない。でもサッカーも男のジェンダーです。そうなんだ。今なぜ本を書いている人は男だけですか？フランス語ではサッカーはエクリヴァン、男でしょ。エクリヴァンはサッカー。もう昔は本を書いている女の人はもうって言われた。なんで男のジェンダー使って女の人でも男のジェンダーだから今少し変わりました。そうuneになりました。なるほどね。エクリヴァンもエクリヴァンじゃなくてエクリヴェン。だから言葉は今2つジェンダーがあります。それはいいと思います。はいはい、そういった男性名詞女性名詞っていうのがあったけど、世界の変化に合わせて言葉自体もすごく変化してるってことなんですね。日本語もすごい変化してるんですけど、もう世界中どこに行っても言語っていうのは変化していくもんなんですよね。じゃあちょっと難しいんですが、もう一個チャレンジしたい。もし私ベルギー行きたいんですよ。ベルギー行きたい。行った時にこの言葉を覚えておいた方がいいよっていうパワーフレーズを教えてほしいんですけど。パワーフレーズでもレベルがいっぱい。例えば友達と一緒にいる時は「On va boire des coups」はすごくいい感じ。一緒に、飲みに行こうぜ。でも男の言葉だけど女の人も使います。本当？じゃあそれ教えてくださいよ。On va boire des coups。ゆっくりゆっくり。On va boire des coups。いいの？いいね、じゃあ行きましょうって感じ。OK、もう一回お願いします。On va boire des coups。On va boire des coups。行きましょう。ブルーンさん、私のフランス語何点？Good。Good。1から100まで何点？85%。ありがとうございます。それは簡単で元気のパワーフレーズです。OK、ありがとうございます。85点いただきました。ありがとうございます。いや、どうなることかと思って私今日こそ0点かと思いました。ありがとうございます。それでは東洋言語学院がお送りする東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生のナースタリーインジャパンレディオステーション。ベルギーの曲を紹介したいんですが、ブルーノさん、今日紹介するのはどんな曲ですか？ジャック・ブレルのNe me quitte pasです。これはどんな曲ですか？すごく寂しいの。昔の音楽ですけどすごく有名。すごく昔けど悲しいの感じがあります。恋の歌？離らないでくださいってこと。私から離れないでくださいっていう歌ですね。情熱的なじゃあ恋の歌を聞いてみましょう。じゃあもう一度ベルギーの曲紹介お願いします。ジャック・ブレルのNe me quitte pas聞いてください。東洋ランゲージスクールプレゼンツ日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station。 ここからは東洋言語学院の田中が石川に代わってお送りします。ここからのコーナーはこれ学生たちに聞いてみた。学生たちに聞いてみたと題して留学生の皆さんが日本に来て、そして東洋言語学院で勉強してみてびっくりしたことを聞いていきたいと思います。さあブルーノさん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ブルーノさん、
いろんな世界を旅してるみたいですけれども、日本に来たのはその17年前と今回2回目、そうですね、17回目で。すごいたくさんね思い出があると思うんですけれども、ブルーノさん、学校東洋言語学院に入学してみてびっくりしたことってありますか？はい、もちろんです。それはやっぱり考え方が細かいことですね。細かい、例えばどんなこと？日本で生活していると何度も説明してくれます。買い物をしていても役所にいてもここ確認してくださいね、たくさん言われます。確かにここ見てくださいねはよく私たちも言うかもしれませんね。学校の中ではどうですか？教室でもいろいろな案内もらいますけど、先輩たちも何度も説明してくれます。締め切りはいつですよ、これは会いましたか？リマインドをたくさんしてくれるってことですね。そうなんですね。ベルギーの学校ではどうですか？それはそんなに学校の関係じゃないと思います。それは教育と文化のことです。一般的な考え方です。子どもたちはすぐに自分で身を守ることを学んでほしいです。間違っていることとか、傷つけることは辛いことなんだけど、もっと強くになるように方法だと思われる。子どもはすごく大事だけど神様じゃなくて、自分で頑張っての意味があります。もちろん学校で学生は一人じゃなくて助けを得るけど、自身の方法を見つけてほしいことです。じゃあ先生たちがあれしてくださいこれしてくださいではなくって、もう自分たちでそう考えて動けるように、早く大人になってって感じ。それを学校の先生たちがお話ししていくんですね。じゃあそんなベルギーと日本では、学校のね感じが違うと思うんだけれども、ブルーノさんはこの日本に来てみて、その学校の細かくリマインドしてくれますよっていうのはどう感じていますか？いいことも悪いこともあるだと思います。正直子供じゃないし、時間がもったいなと思ってしまうこともありますけど、でもそれが役に立つことももちろんいます。とにかく学校が学生を守ろうとしているんだなと感じます。そう言ってもらえるのは私たちもね嬉しいですね。やっぱり全ての学生に正しい情報を届けたいと思っているので、日本語をね勉強中ってこともあるし、考え方の違いとかそういう文化のねバックグラウンドの違いもあるのは当たり前ですから、私たちから伝えたつもりでいても、でも学生には伝わってなくて、それで損をしてしまうとか、本当にねさっき身を守るというお話ありましたけど、それでちょっとね危ない目に遭っちゃうっていうところは学校としては避けていきたいなというところです。それがやっぱり日本っぽい感じはしますよね。日本だと思います。私は日本がすごく好き、本当に面白い。好きだから考え方とかルールとか守るけど、分かるけど分からない感じです。分かるけど分からない。守りたいから、でも慣れるのは難しい。そうですね。頑張りますけど、ブルーノさんが分かるけど分からない、面白いなっていう気持ちが今すごいエピソードを聞きながらしっかり伝わってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは私はここまで。石川さんお願いします。ではブルーノさん、名残惜しいんですがそろそろお別れの時間になりました。本日2曲目はブルーノさんが好きな日本の曲を紹介してもらうんですけど、どうしてこの曲を選んだんですか？初めて日本に来た時、店に住んでいるのホストファミリーにウェルカムギフトとしてロビンソンのリサイクルの CD を受け取りました。そして車で関西の道を旅しながらスピッツを聴いて日本のいい匂いに曲して眠りに落ちていたので、今は聞いたら懐かしさ感じがありますね。なるほどね。じゃあそういう17年前の日本に来た時の懐かしい思い出が詰まってる曲なんですね。だから今も大好き。OK、ありがとうございます。じゃあそんな思いを込めて曲紹介お願いします。それは私の好きな曲、スピッツのロビンソンです。皆さん、ありがとう。東洋 Language School Presents 日本語を学ぶ留学生の Now Study in Japan Radio Station